これが左脳ですね。コンピューターにカチッと接続して、こっちが脳で間違いないですね。これもコンピューターに接続をして、それではスイッチ入れますよ。反応しないな。あ、来た。よし。遅延が発生してるな。大丈夫かな。あれ、もう一度再起動した方がいいかな。もう一度一旦外した方がいいかも。大丈夫かな。しばらく待ってみましょう。では先に、先ほどお預かりしましたこの、ディスクですね。キーディスク。これを差し込むことによって完全に今からあなたの脳とこのコンピューターがシンクロしますから大丈夫ですね。よし。でこれ個人番号確認します。 66U-11 間違いないですね。はい。では起動します。大丈夫かな。もう少し本調子になるまで時間がかかりますから先にお話ししますけれども、今回行う作業がズレの抽出と言われているものなんですけれども、今このコンピューターですね、これモニターですけど、この下に本体がありまして、ここのコンピューターと脳がこの細いコードでつながっていて完全にコピーされているような状態ですね。ただ正確には記憶を全てスキャンしたという状態ではまだないので、だから表面的な思考や考えとかね、そういうところしかまだコピーはできていないんですけれども、スキャン全部するには結構時間かかるので、これはまた後ほど改めてさせてもらうんですけれども、とにかく表面的な思考だけはコピーされている状態と。でそれだけ聞いても一見すごいことのように思えますけれども、そんな大層なことではなくて、要はただただあなたが考えた思考したことをこのコンピューターがなぞっているだけ、モノマネをしているような状態と。そういうだけです。ただつながっているだけということですね。それでもあくまでこれは独立した考えを持っているということもあって、例えば今このコードを外してしまっても、このコンピューターはコンピューターで独立してあなたのコピーとしてこれから思考していくことになります。ただしもちろん完璧ではありません。このコードを外したら最初は今のあなたと同じような状態ですけども、だんだん時間が経つにつれてズレが大きくなってくるんですよね。君とはかけ離れていくという状態になる。これはどうしようもないということですけれども、だから今コードでつなげてシンクロを完全にしているという状態と言いたいところなんですけれども、実はこのコードでつながっている状態でも完璧に 100% シンクロしているというわけにはならないんですよね。それがズレと言います。そのズレの抽出を今から行うんですけれども、どういう時にそのズレが特に発生するかと言いますと、主に答えのない質問ですね。それが一つの条件。的確な答えがない質問、名前とかではなくて好きな色とかね、今思っていることとか、今日の夕飯何が食べたいですかとか、そういう直接の答えがないような質問、これが一つ
それから取るに足らない、どうでもいいような質問っていうですね、これが2つ。あともう一つはシンプルな質問、なるべく簡単な質問っていうですね、これつまり深い記憶に頼らないような、感覚で答えを得るような質問が一番わかりやすいかなと思います。この3つですね。こういう質問をした時に特にズレが生じるんです。このコンピューターが考えていることとあなたが実際に考えていたことと完全にコピーされているはずなのに、このコードでつながっているはずなのにズレが出てくるということで、このズレが大事でして、このズレこそが実はですね、我々は君の意識であり本来の自我であると、自我につながると考えているんですね。あまり専門的なことを言うと難しいんですけれども、このズレをだんだん今あるこのつながっている状態だけれども出てくるこのズレを少しずつ調整していくことによって、そのあなたの自我がこのコンピューターの中で芽生える、そして完全なあなたのコピー体になるという、そういうことなんですけれども、これがちょっと地味な作業なんで今からお付き合いいただくんですけれども、とにかくこのズレの抽出ですね、これを整えていってコンピューターの中で意識を解放させていくと、そういうことになりますけれども、ちょっと、ごめんなさいね、なんか説明が下手くそで、とにかくズレを直していく、多く見つけて直していくんですけれども、そのズレですね、どうやって直していくかというと、私がさっき言った条件3つの条件に合うように当たり障りのない質問をですね繰り返していくことになります。で君はそれに答えていくと。ただこの答え方にはこれまたごめんなさいね、コツがありまして、今からそれを教えます。でまず、一つは自然に答えることと。苦もなくパッとね、答えがね思い浮かべばもちろんそれでいいですし、ただ早く答えを出せばいいということはないし、そういう必要はありません。むしろゆっくり答えていただけましたら、それで十分、むしろその方がいいと。例えば私が好きな数字はとこう言います。で好きな数字は、あなたはパッと3が思い浮かんだとしますよね。しかしすぐに3と答えるのではなくて、一度その3という答えを自分の中で完全に飲み込んで定着させてください。3ってね、3を思ってください。そして定着させて確実な自分の答えになったら私に、言ってください。しかしですね、もし途中で飲み込んでいる最中で雑念ですね、例えば他に7という数字が思い浮かぶかもしれませんね。もうそれはもう無視してください。いいですか。君は最初にパッと思い浮かんだ3をゆっくりと自分の中で飲み込ませて答えること。一つ目のことです。次に、すぐに答えが見つからなかった場合ですね、この時は焦らずにゆっくり考えるというのは同じなんですけれども、下手に答えを探すという行為はしなくていいです。じっくりその質問を頭の中で思って、パッとその答えが出てくるまで気長に待ってください。ゆっくりと質問をかみしめて、じわーっとイメージが作られてくるということですね。それを待つ。で以上、この2つのコツを覚えていてください。言葉で言えば簡単ですけれども、意外とこれは難しくて、例えば好きな数字っていうさっきの例で言うと、なんだろうな、3、7、やっぱり10、24、100みたいな感じでどんどんなんかね雑念がね出てくることもあるんですけれども、そういう時はもう、適当に答えてもいいですし、わからないパスって言ってもいいですし、そこら辺はこっちの方で判断しますので、この質問はちょっとうまく答えられなかったなっていう判断は僕がしますので。で、さっき言った答えのない質問に混ざって時々確実に答えのある質問もします。それもちょっとこっちのコンピューターとの兼ね合いで調整作業がありますので、答えがある質問はしっかり正確に答えてください。なるべく嘘がないように答えてください。もしわからないことがあればわからないとね、正直に言ってください。さあ、問題ないですね。しっかり起動してないなこれ。なんかうまく接続されてないな。もう一度仕方ないから再起動するか。ごめんなさいね。なんか質問ありましたらどうぞね。はい、では行きます。まずは
あなたの名前を教えてください。ちなみに僕がなぜこのようにキーボードを打ってるかというと、まだこのコンピューターには目と耳がついていませんから、僕がこの独自の言語を使ってこのコンピューターに教えてあげているということです。名前ですね。はい、生年月日も教えてください。好きな色は何ですか？ゆっくり答えていいですよ。では空の色を思い浮かべてください。何色が思い浮かびましたか？それでは1ヶ月後の今日から1ヶ月後の天気を思い浮かべてください。1週間後の夕飯は何がいいですか？OK。昨日の夕飯を教えてください。覚えてますか？それでは雨と晴れと曇りとどれが好きですか？一つ写真を思い浮かべてください。ゆっくりでいいですよ。この写真にはあなたが写っていますか？写っていませんか？一つ池を思い浮かべてください。その池は目に収まる範囲の大きさですか？それとも目に収まりきらないほどの大きな池ですか？黒と白と黄色のパンダがいます。あなたはどの子を選びますか？ですよ。では今日着ている上着の色を教えてください。14番と58番の数字はどっちが好きですか？目をつむって、そうだな、旅行に行きます。好きなところに旅行に行けます。それは国内ですか？海外ですか？
椅子を思い浮かべてください。その椅子の色は黒ですか、茶色ですか、他の色ですか？あなたは明日昼寝をします。何時間寝ることになりますか？次の質問です。では、あなたは今欲しいものが買えませんでした。怒りますか？泣きますか？嬉しいですか？あなたに兄弟はいますか？ちょっと待ってくださいね。休憩してください。ズレが大きくなりすぎた。接続されてない。では次の質問します。喫茶店に行きました。何を注文しますか？それではあなたの家にあるまな板を思い浮かべてください。そのまな板は木ですか、プラスチックですか、ゴム製ですか？あなたの家に観葉植物はありますか？フリーズしたな。まだ調子がね、良くないから。まあ、ちょっと容量が大きすぎ、来たかな。いや、ダメか。じゃあ今日はこれぐらいにしておきましょうか。あれ、治ったな。まあじゃああと2つ3つ質問して終わりにしますね。ちょっともうそろそろ限界かもしれないから。はい。では次の質問は、心と脳みそどっちが好きですか？そうだな。あとは、じゃあ金属を思い浮かべてください。その今思い浮かべた金属の種類は何ですか？鉄、アルミ、ステンレス、金、銀、いろいろありますけれども、
ちょっとまだタイピングも下手くそでね。あなたはタイピングが得意ですか？意外と調子が出てきたな。もう一個だけ質問してもいいかな。ちょっと今ズレが中途半端だから、待ってくださいね。はい、では好きな勉強の科目を教えてください。ちなみに嫌いな教科はありますか？はい、これで終わりにしましょう。もうコンピューターがいっぱいいっぱいになっちゃった。はい。では、ロードしますからね。待ってくださいね。はい。ではこれで終わりにします。もう少しこれをお預かりします。